こんにちは、パワミです。本日はリクエストのあったパワーアップスでテーブル間のリレーションシップをする方法について解説します。本日の流れです。はじめに1対多のリレーションシップを実装する方法について説明します。次に参照列を使って多対多のリレーションシップを実装する方法を解説します。今回はシェアポイントリストをデータベースとしてパワーアップスでリレーションシップを実現する方法を説明します。シェアポイントリストは基本的にはリレーショナルデータベースの実現には向いていませんが、アプリ側で工夫したり参照列を使うと1対多、多対多のリレーションシップも実現しやすいです。パワーアップスでのデータ登録と表示方法まで解説しますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate と Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。では最初に1対多のリレーションシップを実装する方法を解説します。例えば図のようなレシピ一覧とカテゴリー一覧の関係を考えてみます。レシピ一覧テーブルではカレー、シチュー、肉じゃがのようなレシピ名と各レシピにつき1つのカテゴリーを登録することにします。カテゴリーはカテゴリー一覧テーブルに一覧が登録されています。例えばメイン、スープ、サラダ、ランチなどです。レシピ一覧にレシピ名、カテゴリーを登録する場合、カレーはメイン、シチューもメイン、ポテトサラダはサラダというように1つのレシピにつき1つのカテゴリーを登録します。この時、レシピ一覧はカテゴリー ID を登録し、カテゴリー一覧のカテゴリー ID と1対多のリレーションシップをします。シェアポイントリストでは、このレシピ一覧とカテゴリー一覧の2つのリストを用意すれば OK です。では、パワーアップス側でレシピ一覧に登録するときとレシピ一覧のデータを表示するときの実装方法を見ていきます。シェアポイントリストはシンプルです。カテゴリーリストはカテゴリー ID とカテゴリーネーム列を用意します。カテゴリー ID はデフォルトで存在する ID 列を使い自動裁判をしています。レシピリストの方はレシピ ID、レシピネーム、カテゴリー ID 列を用意しました。レシピ ID はデフォルトで存在する ID 列を使い自動裁判しますが、カテゴリー ID は一行テキストを使い自分で登録します。それではパワーアップスの編集画面で実装していきます。まずレシピ名とカテゴリーを登録する入力フォームを用意します。レシピ名はテキスト入力、カテゴリーはドロップダウンのコントロールを挿入します。カテゴリーのドロップダウンではカテゴリー名を選択したいです。この時、ドロップダウンの Items Property ではカテゴリーリスト カテゴリーネームと入力します。シェアポイントリストのリスト名列名を入力することで、そのリストの列に登録されているデータ一覧をドロップダウンで表示することができます。ところでレシピ一覧にはレシピ名とカテゴリー ID を登録します。ドロップダウンではカテゴリー名を選択していますが、カテゴリー ID を登録したいです。このように柔軟なデータベース登録・更新をしたい場合は、フォームを作ってサブミットフォーム関数を使うのではなく、自分でフォームを用意してパッチ関数を使う必要があります。サブミットフォーム関数とパッチ関数の簡単な説明は以前の動画を参考にしてください。登録ボタンの OnSelect Property にパッチ関数でデータの登録を実装します。パッチ関数でデータ登録する方法はこのような感じです。最初の引数に登録するデータソース、2番目の引数に作成するレコードの作成にはデフォルト関数を使います。そして3つ目の引数に登録するレコードの内容を入力します。波括弧で囲い、列名、コロン、データを入力します。
今回レシピ名はテキストインプットのコントロール名 .text で OK です。カテゴリー ID は選択したカテゴリー名の ID を登録します。この時、カテゴリーリストからドロップダウンで選択したカテゴリー名と一致する列のカテゴリー ID を検索します。このような場合、ルックアップ関数が便利です。ルックアップ関数では条件を指定してテーブルを検索し、条件を満たす最初のレコードを返します。ルックアップ関数の使い方は、1つ目の引数に検索するテーブル、2つ目の引数に検索する数式、この数式の結果が True になる最初のレコードを返します。3つ目の引数はオプションで、検索結果のレコードの返す列を指定することができます。今回の場合、ルックアップカテゴリーリスト、カテゴリーネームイコールドロップダウンのコントロール名 .selectedText カテゴリーネームカテゴリー ID と入力すれば OK です。プレビュー画面で実際に登録してみます。ギャラリーに登録したレシピ名とカテゴリー名が表示されました。ギャラリーでカテゴリーを表示する場合も同様にルックアップ関数を使います。今回はカテゴリーリストのカテゴリー ID とレシピリストに登録したカテゴリー ID が一致するレコードのカテゴリーネームを返しています。このような感じで一対多のリレーションシップは比較的簡単に実装することができます。それでは次に参照列を使って多対多のリレーションシップを実装する方法を解説します。図のようにレシピ一覧と材料一覧のテーブルがあるとします。この時、レシピ一覧のカレーに紐づく材料は、材料一覧の玉ねぎ、人参、じゃがいも、牛肉です。一方で、材料一覧の玉ねぎに紐づくレシピは、レシピ一覧のカレー、シチュー、肉じゃが、ポテトサラダがあります。このようにお互いに複数のレコードと紐づくテーブル間の関係は多対多リレーションシップになります。この時、よくある実装方法としては、レシピ一覧と材料一覧の間に中間テーブルでレシピ・材料テーブルを用意する方法があります。レシピ・材料テーブルに紐付けるレシピ ID と材料 ID を登録します。この中間テーブルはフレームワーク等を使った Web アプリ開発では自動的に作られることがありますが、シェアポイントリストにはそのような機能はないため、自分で用意する必要があります。この時、テーブルへの登録は for all 関数とパッチ関数を組み合わせて実装できますが、ギャラリーに表示するときが少し大変です。レシピ一覧で登録したレシピに紐づく材料名を表示するとき、まず最初にレシピ一覧のレシピ ID に一致する材料 ID をレシピ材料テーブルで検索します。次に検索した材料 ID に紐づく材料名を材料一覧で検索します。このように2段階での検索が必要になる上、2段階目の検索は1、2、3と複数レコードでの検索になるため少し大変です。もちろん頑張って実装することはできます。しかし、ローコードのコンセプトとしては、ほとんどコーディングをすることなく、プログラミングを勉強しなくてもアプリを作れるツールと考えると、頑張れば実装できるというのはもはやローコードではないのではと私は思います。そこで、シェアポイントリストで多対多リレーションシップを実装する場合、シェアポイントリストの参照列を使う方法が良いかもしれません。参照列を使うと、別のテーブルの列を参照して引っ張ってくることができます。今回の場合、レシピ一覧に材料一覧から材料名の列を参照列で引っ張ってくれば良いと思います。基本的にデータベースは1レコード1データが入りますが、シェアポイントリストで複数選択を許可した選択肢列や参照列には複数データをテーブル型として格納することができます。
この時、例えば材料一覧で玉ねぎを新玉ねぎに更新すれば、レシピ一覧の玉ねぎも新玉ねぎに更新されますし、材料一覧の玉ねぎを削除すれば、レシピ一覧の玉ねぎも削除されます。参照列を使った場合、一方のテーブルから列を参照してくるだけなので、リレーションシップというよりも、Power BI でいうところのクエリのマージになります。データベースとしてはあまりきれいな形ではないかもしれませんが、ローコードのコンセプトを考えると、叩いたリレーションシップの場合は参照列を使うのも良いと思います。それでは実際に SharePoint リストで参照列を作る方法と PowerApps 側での実装方法を解説します。SharePoint リストのレシピ一覧に参照列で材料名を追加します。やり方は簡単です。列の追加からその他を選びます。ここで参照を選びます。列名を入れたら下に行き、情報の取得先に材料一覧を選択します。取得する列は材料名になります。複数の値を許可にチェックを入れます。材料一覧から他の列を表示したい場合はチェックボックスにチェックを入れますが、今回は不要です。一番下のリレーションシップの動作を実行するは、複数の値を許可している場合は設定できません。ちなみに連鎖削除というのは、参照元のレコードを削除したとき、参照先で削除したレコードを参照しているレコードも削除されるということです。制限削除は、参照先でそのレコードが参照されている場合、削除できないように制限されることです。これで OK をクリックします。それでは PowerApps の編集画面で実装していきます。先ほど作成したレシピ名のテキスト入力とカテゴリーのドロップダウンに加えて、材料名を選択するためのコンボボックスを追加しました。コンボボックスとドロップダウンの主な違いは、コンボボックスでは複数の選択をすることができます。今回、材料名は複数選択を許可しているため、コンボボックスになります。コンボボックスのアイテムズにレシピ一覧の参照列である材料を表示するためには、Choices 関数を使います。Choices 関数はコンボボックスでよく使われる関数で、引数にはリスト名、列名を入れます。今回の場合、レシピリスト、イングレディアントです。試しにコンボボックスでいくつか材料を選択してみます。最後に登録の実装をします。参照列であるイングレディアントの列にコンボボックスで選択した複数のデータを登録したいです。この場合、コンボボックスのコントロール名.selectedItems と入力すれば OK です。試しに何かレシピを登録してみます。適切にレシピ名と材料名が格納されました。材料名はテーブル型で格納されているため、ギャラリーに表示するには少し工夫が必要です。選択肢列でも同様ですが、コンキャット関数を使い、テーブル型のデータを表示することができます。コンキャット関数は、複数テーブルにまたがったレコードを結合して表示することができる関数です。引数には thisItem.ingredient、value、区切り文字を入れます。こんな感じで叩いたリレーションシップも実装することができました。本日は SharePoint リストをデータベースとしたとき、PowerApps で一対多や叩いたリレーションシップを実装する方法を紹介しました。本来 SharePoint リストはリレーショナルデータベースには向いていません。叩いたのリレーションシップをする場合は SharePoint リストではなく Dataverse for Teams 等を使った方が良いかもしれません。
データバース for Teams についてはまだ勉強中のため、また後日動画にまとめたいと思います。テーブル間のリレーションシップにはいろいろな実装方法があると思います。正解はないので自分のやりやすい方法で実装していきましょう。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。